皆さんこんにちは。今回は新しく無線 LAN 親機を買い替えたので紹介したいと思います。紹介するのは TP-Link の Archer AX55 という Wi-Fi 6対応のミドルクラスの機種になります。TP-Link は中国の深センに拠点を置くメーカーで、現在無線 LAN 機器において世界ナンバーワンのシェアがあります。今まで使用していたのがバッファローの WSR2533DHT という Wi-Fi 5対応の機種で2017年に買っていました。ですので約4年半ぶりの買い替えです。私の家のインターネット環境はフレッツ光の 1GBps のプランで、時間帯にもよりますが有線接続で 400Mbps 前後の速度が出ています。また今現在 Wi-Fi 6に対応している端末は M1Mac mini の1台だけです。ですので急いで Wi-Fi 6対応の親機にする必要性はないのですが、そこはロマンということで。ではスペックを見ていきます。デュアルバンドギガビットの Wi-Fi 6ルーターで 5GHz の規格値は 2402Mbps で 2.4GHz の規格値は 574Mbps です。さらに高速、広範囲、途切れないと書いてあります。頼もしいですね。高速 IPv6 通信にも対応。ワンメッシュとはメッシュ Wi-Fi ネットワークを手軽に構築できる TP-Link の規格で、この規格に対応した中継機と組み合わせれば家全体をシームレスにカバーできるようにできます。 WPA3 の Wi-Fi セキュリティプロトコルに対応。ホームシールドはプロ版、優勝とベーシック版とがあり、保護者による機能制限やプライバシーの設定などができる機能です。4本の高性能アンテナで広範囲までカバー。OFDMA でより多くのデバイスと接続。ちなみに推奨の最大接続台数は48台とのことです。 USB 3.0 ポートがあり、外付けハードディスクなどをつなぐことで簡易NASとして利用できます。それでは開封していきます。中には本体と説明書の類、電源ケーブル、短めのカテゴリー 5E の LAN ケーブルが入っていました。 LED は前面に6箇所あります。後ろには WPS ボタン、 USB 3.0 のコート、LAN ポート、電源ボタンなどが集まっています。大きさは思っていたより小型で薄いです。設定をしていきます。設定は PC からでもスマホアプリからでもできますが、私は PC で設定しました。設定画面へは http://tp-link-wi-fi.net へアクセスすることで入れます。画面では割愛しましたが、最初にパスワードを作成する画面があります。そしてこの画面でタイムゾーンを選びます。日本なので確か+9だったはずですね。次に接続タイプを選択と出ます。正直言って何のことかわからなかったので自動検出を押してみました。私の環境は DS ライトらしいので、それを選択して次を押したところ、このようなメッセージが。保護者による制限を使って子どものインターネットの時間をコントロールしようと目論んでたので、このメッセージにはがっかりしました。でも仕方ないので OK ボタンを押します。次に AFTR ドメイン名を聞かれますが、もはや何のことかさっぱりわからず、読み方すらこれでいいのかわからない状態になってしまいました。ググってみたところ、何やら IPv6 に関連したものらしいことは理解できましたが、私の頭ではそこまでで限界が来てしまいました。こうなったら一か八かギャンブルするしかないと思い、選択肢を確認。自動と手動の2択だったので自動を選択し、次へをクリックすると何事もなかったかのように次の画面へ行けました。やっと私でも理解できる画面になりました。ここは何も変更しないで次を押します。接続テストが始まります。成功するとこの画面に自動アップデートを有効にして次へ。設定はこれで終わりです。
続いて TP-Link ID にこのルーターを紐付ける作業をします。 TP-Link ID を持っていない方は新規作成から作成してください。ログインすると管理画面へ行くことができました。最後にスピードテストをしてみます。バッファローの WSR2533DHT TP-Link の Archer-AX55 だいぶ速くなりました。体感でも速くなったのが分かります。だいたい有線接続時の3分の2くらいのスピードが出ています。4年半ぶりに無線ルーターを更新してみましたが、知らない言葉が出てきたりして大変勉強になりました。今までバッファローや MEC のルーターばかり使ってきて、今回初 TP-Link でしたが、今のところ問題なさそうですね。これで我が家も Wi-Fi6 の環境になりました。ただちょっと気になったところは、管理画面を触っていて思ったのですが、ある程度ネットワークの知識がないと触ることは難しいと思いました。初心者にはちょっと敷居が高く感じられるかもしれません。その分比較的細かく設定できるので、中級者以上にはありがたいのではないでしょうか。それと私の調査不足かもしれませんが、場合によって保護者による制限などの機能が使えなくなることがあることは、あらかじめ注意書きとしてどこかに書いておいてほしかったです。気になった方は説明欄にリンクを載せておきますので、そちらから飛んで買ってみてください。また高評価やコメントしていただけると非常に嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。